はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。もちろん星の話も補足しながらいきますので、最後までご覧ください。最後にはまたオラクルカード引きたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、私の方でメンバーシップをやっています。星のことが大好きとか、星の情報を知りたいよとか、タロットも一緒に勉強してみたいなという方は、概要欄から詳細をご覧ください。そして、毎月月末に、翌月の星の情報を LINE で無料で配信していますので、LINE 登録もお待ちしております。では、いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。5月前半です。吊るし人の逆、ジャッジメント、ワンド4逆、カップエース逆、カップ4の逆、そしてソード2の逆、そしてカップ3ですね。気をつけることや対策は、エンペラーとカップの6逆とオラクルはじゃん、はい、ペンタクルズのエースです。いいですね。この5月の前半っていうのは獅子座の皆さんにとっては本当に社会運がある、もう外に行く機会がいっぱいあるとか、こう人脈が広がるとか、こう先輩もそうですし、親とか教師とか、なんか上司とか、そういうなんか自分にとって目上の人と関わる機会が多かったりとか、とにかく外で活動するにふさわしい天候ですよっていう時なので、おそらく外に行く機会が増える方が多いんじゃないかなと思うんですが、何かこの動画をご覧のね皆さんの中にはそういう状況なんだけど行きたくないとか、今まだ動けませんみたいな、そういう感覚の方がいらっしゃるかもしれませんね。でももしかしたらそれは自分の想念で自分を縛っているだけかもしれないという思いで、もしか現実を捉えてみてくださいね。やっぱり例えばですけど、何かの仕事のオファーが来るとか、何か誘いが来るとかって言った時にそんな仕事できませんって、こっちではそんなの無理ですって思ったとしても、その話が来ること自体がもうすでに自分がそれをするチャンスがある、それをする権利があるから来てるっていうことなので、そこで自分の想念でいやいや今の自分はまだまだ無理なんだとか、もっとこうでなければいけないっていう自分の理想像とかに縛られて、今の自分をこう収めてしまうみたいなこともあるかもしれないので、自分がどんな想念で自分を縛ってるかっていうこともちょっとね振り返ってみたりするといいかもしれません。むしろなんか動きはねとにかく活発になってくるので、その動きはあんまり止めない方がいいかなって感じがします。でちょっと星の補足なんですけども、ちょうどね4月25日以降彗星の逆行も終わり、やっと自分が考えたことをそのままこう行動に移していけるみたいな流れになってるんですね。で5月の1日からっていうのはその火星がお羊座に入るということで、もう本当に自分がやりたいと思ったことをそのままダイレクトに行動に移せる。そして特に獅子座の皆さんにとっては、遠いところに行ってみようとか、もっと専門的なものを学んでみようとか、何か自分にとってプラスになるものを取りに行こうみたいな流れが強くなるので、外に行く機会もあるし、その自分のバイタリティも上がるしってなると、やっぱり何かしたくなるんですよね。でその自分がやりたいことっていうのが大きすぎて、いや今の自分には無理だって思うかもしれないんですけど、今の自分でできることを何か一つやってみるっていうふうにしてみてください。というのは一人で達成っていうわけで、一人で達成したい方はねしていただいてももちろんいいんですけれども、一人だけじゃなく、何かここまでの流れの中で関わってる人たちとなんかいい関係ありませんかみたいな流れもあります。そして今の状況で例えばは忙しいなとか、いやすごい大変だなって思っていたとしても、実はそれって自分が望んでいたものではないですかみたいな問い合わせもあったりとかして、なんていうのかな、こう人って例えば昔自分が傷ついたこととかがあると、それと同じことを繰り返したくないってもちろん思うものですよね。でなんかそれを覆す、それを超えられる出来事として今の現状があって、もう自分は十分それを超えていけるし、もうなんなら飛んでいけるぐらいの勢いがある時なんだけど、昔の傷を自分がずっと保持して、いやこの傷があるからできないんだ、この傷があるからダメなんだみたいに自分でもしかしたら言ってるかもしれないので、本当にその自分が苦手だと思うことや自分の傷っていうのは、これからの自分の未来を
妨害してますかっていうことを考えてみてほしいんですね。自分の頭の中では怖いだけで、全然流れ的にはもう行っていいよとか好きにしていいよっていう流れではないですかっていう感じがしました。そして現状もカップの S ということで喜びが出てきてますね。すごくなんか まるでね、このカードってなんかバレーシューズを履いてる人がこう飛んでいってるみたいな、そんな感じでカードでこう自分の喜びの方に向かっていくよっていう感じがあるので、おそらく何かね、やっぱり5月1日以降っていうのはやってみたいなとか、こうさっき言ったみたいな肯定的なエネルギーを自分に取り入れるために何かをしたいなって思うんですね。でもそう思う気持ちが湧いてきたと同時に、急に現実的なものっていうのが見えてきて、だったらもっとこうしなきゃダメだとか、ああしなきゃダメだみたいに思って、自分のそのこう湧いてくる喜びに水をかけてしまいそうな感じがあるので、そこだけ気をつけてくださいね。例えばですけど、今これだけこうやって外に行くのにふさわしいねみたいな流れだとすると、わあゴールデンウィーク楽しそうとかって思うんですよね。でゴールデンウィーク、わあ海外も行きたいなとか、あそこも行きたいここも行きたいってわーってこう気持ちを盛り上げてやってる時に、ふと現実を見ると、わあゴールデンウィークってこんなにお金が高いのかとか、わあすごいもうすごいダダゴミだなとか思うと、あやっぱり行けないわとか、なんかそうやってこう膨らんだ感覚っていうのを自分でこう下げていくみたいなものがあり、でもその膨らんだ感覚があるっていうこと自体がもう自分に選択権があって、もしそれがしんどそうだったらやめとくでももちろんいいですし、でも自分がもうその準備ができてるんだなっていう状態になってるっていうことなんです。でただ少しやっぱりこう拡張した分収縮するみたいな、そういうこうね、波のようにこう人って動いていくものだと思うので、その自分でこうかき消してしまってそこで止まらないでほしいんですね。実際はこの前半っていうのはとても人間関係がいい時なんです。いい時なんですよ皆さん。なのでどこがって思ったとしても、それはそのことを通して自分が強くなっているっていうだけなので、強さを身につけてさらに人とうまくやっていく方法を学んでいる最中ということなので、とてもいいんですね。で過去もこの4月もそんなに悪くないと思うんです。ここでワンドの4っていうカードが出ていて、ワンドの4っていうのはこう本当に仲良くね、こう焦ったりせずゆったりと一緒にいるとか、ゆったりと何かをするみたいな、そういうこう気を使わない相手みたいな、そんな感じもあるので、いい人がいたんじゃないかな、仲間がいたんじゃないかなと思うんですが、そういう人だけではなく、自分の感情をシェアして楽しめるような関係性が生まれますよというふうに出てるんですね。カップの3というカードが出てます。ですので特にね、星で見た時に5月の中旬って本当に素晴らしいなんかこうふわーっていうエネルギーの時なので、おそらくその時に獅子座の皆さんは喜びをねこう膨らませて、誰かと一緒にお祝いしてるとか、なんか自分一人では無理と思ったけど、いや一緒にやったらできたねみたいな、結果オーライだねみたいな感覚になりそうなんです。ですのでカードから言われているメッセージとしては、この前半もし自分のことを全然ダメだと思っていたり、または仕事も全然うまくいってないとか、その自分で何か自分に制限をかけたりプレッシャーをかける意識があったとしても、カードは自分の強さを思い出してくださいっていうふうに言っています。エンペラー、自分の中にある誇りを思い出してくださいと、自分の強さを思い出してくださいと。そして物事はここまでの流れの中で十分自分は強くなったじゃないかとか、十分過去の昔はこうだったけど今の自分ってこんなにできるようになってるじゃないっていうことを自覚してくださいっていう形で言われています。ですのでトータル的に見ると、この前半を通してペンタクスのエースということで、自分の中に一つのなんか信念が生まれるというか、そうだこれでいいんだとか、今この5月の前半もしくは後半も含めて5月に経験したことが自分のこれからの本当にこう誇りになるとか信念になるとか、すごくいいね強さとして経験を積んでいくことができそうだなと思ったので、自信を持ってやりたいことをやっていてください。もうそれが一番かなと思います。この全体の流れをお仕事で言うならば、自分が頑張りたくても動けないとか、環境的にね動けないとか、この自分のジレンマを周りの人は分かってくれてるんだろうかと思うかもしれないんですけれど、分かってるみたいですよ、周りの人はね。それをフォローしたりとか
こう何か手を出せなかったとしてもちゃんと分かってくれてるし、なおかつこの状況を切り抜けてこそ一緒に楽しめる、一緒に喜べる未来があるよっていうふうに言われてる気がします。で、特に人間関係に関しては、ご自身が人に対して恐れていたとしても、おそらくですけど今ね、星で見たら本当にこう自分の強さを出してよみたいな時なので、その人に対しての見方が変わる、人に対しての在り方が変わるっていう、例えば自分があまりにも傲慢すぎたら自分がもっと謙虚になるべきだったなっていうふうに気づいたり、自分が自分のことをすごく低く見すぎていたなと思ったら、もっと自分は自分に誇りを持っていい、堂々としていいっていう対等だっていう態度で関わっていくことができますし、何かねこうカードで見る限りはその上下関係というよりは対等に同じような仲間として喜べるよっていう形が出ているので、ここで皇帝とか出てますけど、何も自分がすごいリーダーシップを発揮しなければならないというわけではなく、自分の中の信念、自分の中の強さっていうものをきちんと思い出していれば、関係性っていうのはイコールでうまくいくんだなって思いました。そしてもしかしたらその上司とか親とか、そういう自分にとっては尊敬する人とか目上の人からのサポートっていうのも届いていたんだなっていうふうに気づくかもしれないですね。はい、ということで最後にもう一枚引いてみたいと思います。オラクルカードね。このオラクルカードちょっと最近私気に入ってまして、エナジースピリットオラクルガイドというものですが、はい、何か役割を持っているとか、仕事でこんな仕事任されましたとか、そういう人っていうのは本当にいいチャンスですね。チャンスで、または別にその役割とかないけど怖いけどやってみようかな、外に行ってみようかなとかやってみようかなっていう人はもうそれもすごくいいチャンス。今はすごくそれ応援されてるので頑張ってください。ということで5月前半の獅子座さんははいこれかな。はいどうもはいエモーショナルデザートということで、はいこのカードが出ましたけどどうですか。これなかなか面白いですよね。このカードをじーっと見て感じることがあれば皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてください。これはね感情的に砂漠のような感じがあるけれども、実はその中にキラキラとしたオアシスがあるよっていうふうに私は思いました。自分が勝手に砂漠の中を歩いている、受け入れられてないんじゃないかとか孤独なんじゃないかと思ったとしても、実はそこにちゃんとオアシスがあるよって、光が届いてるよっていう感じがしたので、今回のメッセージと似てるなっていうふうに思います。はい、ぜひ自信を持ってね進んでいってください。ということで今回はここまでにしておきます。また次回は5月の中旬に後半のものをアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。